皆さんは海外に行くとしたらどこの国に行ってみたいですか？またその理由は何ですか？あの名所に行ってみたいとか、本場の料理を食べてみたいなど、いろいろな理由があるでしょう。初めての海外旅行の場合は、その国の治安が気になったり、日本人が歓迎されるかどうか不安に思う方もいるかもしれません。実際に親日国として知られている台湾などは海外旅行に人気の国ですよね。キルギスという中央アジアの国も国民の日本に対する関心が非常に強く、日本語教育もとても盛んな親日国だと先日当チャンネルでもご紹介しましたが、親日国と言われる国は他にも多く存在します。今回は意外と知られていない親日国についてご紹介したいと思います。まずは東ヨーロッパに位置するウクライナです。かつては旧ソビエト連邦の構成国であり、人口の約8割をウクライナ人が占めています。美しい女性が多い美女の国としても知られていますね。ウクライナは国の名前はよく聞くものの、どんな国なのか日本人の間ではあまり知られていないかもしれません。しかしウクライナの国民はよく日本の事情を知っているそうです。それもそのはず、この国の教育現場では日本との友好を深めるために教科書で松尾芭蕉や川端康成が紹介されたりもしているのです。ウクライナに住むユダヤ人の間にはある不思議な言い伝えがあります。元帝京大学教授の高山正幸氏によると、かつて彼はアメリカでタクシーに乗っていた時、いきなり運転手から日本人に申し訳ないことをしたと謝られたといいます。運転手はウクライナ出身のユダヤ人で、母国のユダヤ人社会では旧約聖書にある古代イスラエルの失われた実子族のうち一つが日本に渡り日本人になったとする伝説があると言いました。それなのにユダヤ人のオッペンハイマーはその日本に落とす原爆を作った。だから謝りたいと言ったのです。このような兄弟伝説がユダヤ人以外のウクライナ人の間にも一般に浸透しているかどうかは定かではありませんが、少なくとも隠れ親日国家であるとは言えそうですね。パラオは西太平洋のミクロネシア地域に位置する500以上の群島からなる国です。日本の種子島と同じくらいの面積と世界一美しいサンゴの海を持っています。パラオが親日国なのは幾多の外国支配の過去に理由があります。パラオは大航海時代にスペインに発見され、スペインの植民地となりました。ヨーロッパから持ち込まれた天然痘や熾烈な搾取により、現地人の人口は 10% までに激減し、最終的にはわずか数百人となってしまいました。スペインが米西戦争で敗れると、ドイツ・スペイン条約によってパラオはドイツに売却されます。ドイツの植民地になってからも、ドイツ人はココナッツやタピオカの栽培、リン鉱石の採掘など産業振興には熱心だったものの、現地人は虐げられたままで、インフラ整備や教育などを与えられることはありませんでした。やがてドイツが第一次世界大戦で敗れ、パラオは日本の委任統治領になりました。日本は殖産興業に力を入れたものの、一方で現地人への貨幣経済やインフラ整備、学校・病院などを建設、パラオに経済発展をもたらし、人口も2万人から5万人へと激増しました。パラオの民間人は日本人の誠実さや勤勉さに感銘を受けたそうです。第二次世界大戦時に攻め込まれた時には、一緒に戦いたいと志願してきた人もいました。最終的には日本は敗れ、パラオはアメリカの統治領となってしまいますが、パラオの人々は日本兵たちを手厚く葬り、
今も墓を守り続けているといいます。また、日本軍はパラオの民間人を疎開させるなどして死者を一人も出さなかったそうです。この日本統治時代のことはパラオの国定教科書にも記載されているのだとか。その後、アメリカは日本が築いた街並みや産業基盤を破壊し、英語教育や反日教育を行いましたが、パラオの人々には反日精神は全く浸透しなかったそうです。東西冷戦の終結により、1994年、コンパクトによる自由連合盟約国としてパラオは独立しました。独立に際して掲げられた国旗は、青い海に黄色の満月、太陽ではなく月に、さらに中心を少しずらすことで、日本に敬意を表した国旗だと言われています。パラオでは、大丈夫、ごめんなどの何気ない言葉や、扇風機、浴衣などの日本語も使われているそうです。人名に日本人の名前が付けられることもあるんだとか。国際空港から市内に入る際に渡る全長400メートルにも及ぶ橋は、日本の無償援助で2002年に建設されたもの。日本パラオ友好の橋という名前も付けられているそうです。日本との時差もないということなので、ぜひ訪れてみたいですよね。トルコは世界一の親日国家とも言われています。トルコで世界で一番好きな国はという世論調査をすると、常に日本が1位になると言います。その理由は様々ですが、一つにはウクライナと同様の兄弟伝説があります。多くのトルコ人が、トルコと日本は兄弟だ。西へ来たのが僕たち、東へ行ったのが君たちと言うそうです。さらに両国の国旗が、ちょうど明け方の白い空に昇る太陽をモチーフとする日の丸と、夕暮れの赤い空に傾く月をモチーフとする新月期であることを対比して、仲の良い兄弟がモンゴル高原で別れ、太陽を追いかけて東に行った方は日本を建国し、月を追いかけて西に行った方はトルコを建国したという話もあるそうです。つまり、トルコ人の多くは中央アジアの草原を駆け回っていた騎馬遊牧民族こそ、自らと日本人に共通する祖先だと信じているのです。また、日本語とトルコ語にもよく似た単語が多いようです。例えば、トルコ語のアチは日本語の味、ワルはある、ジジクは父、ハラは腹、ナシはなし、ヤマチは山というように、音も意味も類似する単語が非常に多いのです。いかがでしたか？こんなに日本に関心を持ってくれている国があるのだと思うと、私たちもその国のことを知りたくなったり、訪れたくなったりしてきますね。今回は3カ国のみのご紹介でしたが、我々日本人には忘れてはならないことがあります。2011年3月11日に発生した東日本大震災は、我が国に未曾有の被害をもたらしました。その際、ウクライナ、パラオ、トルコはもちろんのこと、実に世界142の国と地域、40の国際機関からの支援の申し入れがあったことを皆さんはご存知でしたか？救助隊や義援金、支援物資や励ましの言葉など、数えきれないほどの善意の上に、現在の日本は成り立っていると言っても過言ではないでしょう。来たる2020年の東京オリンピックでは、世界各国から多くの人が日本を訪れます。日本は素晴らしい国だったと言ってもらえるよう、訪れる方々をおもてなししたいものですね。